こんにちは、東京ベジライフです。今日は来月21日のクリスマスオフ会でお出しする予定のお料理をご紹介していきます。今回のお料理のコンセプトは、より多くの人が楽しめて心も体も元気になるお料理。動物性食材を使っていないビーガンだけではなく、グルテンフリーで加工食品もなるべく使っていません。素材はオーガニックのものを中心に、私が育てたハーブや野菜も取り入れています。遠くに住んでいたり都合が合わなかったり、オフ会に参加したいけれども参加できないという方も多いと思うので、今日の動画でお料理だけでも目で楽しんでいただければと思います。また今日はオフ会でお出しするお料理3品に加えてスープもご紹介しますので、忘年会やクリスマス会でホームパーティーを企画されている方にレシピを参考にしていただければ嬉しいです。最初にメインディッシュのポレンタパイの準備をしていきます。ポレンタはトウモロコシの粗挽き粉で、イタリアではよくクリーミーに炊いて食べますが、今日は固めて生地のようにしていきます。ポレンタは1/3カップ用意。ビーガンチーズはグレーターですりおろしておきます。玉ねぎ1個分の皮にお水1と1/3カップを入れ沸騰させ、火を止めてお出汁を取ります。普段捨ててしまう玉ねぎの皮は強い抗酸化作用を持つケルセチンが豊富に含まれていて、とても綺麗な色のお出汁が取れるので、私は勝手に黄金スープと呼んでいます。玉ねぎの皮がない方は他のお野菜ベースのお出汁かお水を使っても大丈夫ですよ。お出汁に塩麹小さじ2を加えて沸騰させたら、ポレンタを加えます。弱火でかき混ぜながらクリーミーになるまで5分ほど炊いていきます。ポレンタが炊けたら火を止めて、ビーガンチーズを1/4カップほど加えてよく混ぜ合わせます。18.5 センチ ×18.5 センチの耐熱皿にポレンタを均一の厚さになるように敷き詰めます。トマトソースはまずそぼろ状の乾燥ソイミートを1/2カップ量り、柔らかくなるまでお水で戻します。玉ねぎ約1/4個分、マッシュルーム3個、ニンニク1かけをそれぞれみじん切りにします。フライパンにオリーブオイル大さじ1を熱し、ニンニクを加えます。ニンニクのいい香りが立ってきたら玉ねぎを入れ、塩を1つまみ加えて弱火で玉ねぎがしんなりするまで炒めていきます。玉ねぎがしんなりしたらマッシュルームと戻しておいたソイミートを加えて炒め合わせ、トマトペースト大さじ1を加えて炒め合わせます。ホールトマト缶1缶をトマトを崩しながら入れ、塩麹小さじ2とコーンスターチ大さじ1を加えて弱火で汁気がなくなり、しっかりとしたソースになるまでかき混ぜながら煮込みます。耐熱皿のポレンタの上に乗せ、均一の厚さになるように伸ばします。最後の層のカシュークリームソースは、生のカシューナッツ1/2カップを一晩浸水させておきます。水切りした木綿豆腐1/2丁 150g、 浸水させたカシューナッツ、白味噌小さじ1、塩麹小さじ1、オリーブオイル小さじ1を加え、滑らかなソースになるまでブレンダーやフードプロセッサーにかけます。トマトソースの上に乗せ、均一の厚さになるように伸ばします。このまましばらく置いてポレンタとトマトソースを固めていきます。その間にオードブル用のフムスを作ります。乾燥ひよこ豆1/2カップは一晩浸水させ、柔らかくなるまでお鍋で炊きます。炊くのが面倒な場合は缶詰を使ってください。フードプロセッサーに炊いたひよこ豆を炊いた煮汁大さじ2、オリーブオイル大さじ1、ニンニク1かけ、レモン汁大さじ2、塩小さじ1/2、クミンパウダー小さじ1/2、練りごま大さじ2を加えます。これで通常のフムスになりますが、今回はビーツの粉末を小さじ2加え、色鮮やかなフムスに仕上げていきます。滑らかになるまでフードプロセッサーにかければ完成。食べるまで室内や冷蔵庫に置いておきます。次にこちらはクリスマスオフ会でお出しするお料理ではないのですが、冬の食事には欠かせない温かいスープを山ごぼうを使って作っていきます。たわしなどでよく洗った山ごぼうを適当な大きさに切り、塩麹小さじ1とお鍋に入れ、ひたひたのお水を加えて蓋を閉じ、ごぼうが柔らかくなるまで弱火で煮込みます。
ごぼうが柔らかく煮えたら煮汁ごとブレンダーにかけピューレ状にして滑らかなスープになるまで豆乳を加えます。ここで必要に応じて塩で味を調整してください。あとは食べる直前に温めるだけです。次にカラフルな人参をハーブとともにローストします。今回は人参を使いますが、ベジタブルローストはお野菜そのものの味が丸ごと楽しめるので、その時に旬なお好みのお野菜を使ってください。無水鍋を中火で熱し、オリーブオイルを敷いたら、適当な大きさに切った人参を入れます。塩少々とシナモンパウダー、乾燥タイムを入れたら、蓋をして湯気が出たら弱火にして15分ローストしていきます。無水調理鍋がない場合は、人参をオイルとハーブとよくあえコーティングして180度のオーブンで40分ほどローストします。最後にポレンタパイにグレーターですりおろしたビーガンチーズを加えて240度に予熱したオーブンで10分から15分、チーズがこんがりと色づくまで焼きます。スープの仕上げはすった黒ごまを散らしオリーブオイルを垂らしました。ごぼうの他にかぼちゃや人参、じゃがいもなどお好きなお野菜で作ってみてくださいね。フムスはディップとしてお出しすると手が汚れてしまうので、一口で食べられるカナッペにするのがおすすめ。カナッペは通常パンやクラッカーにのせますが、今回はグルテンフリーということで、畑で育てたかぼちゃを薄く切り、フードドライヤーで乾燥させて土台にしました。少しオリーブオイルをトッピングしてお出しします。人参のローストはシナモンが人参の甘みを引き出し、タイムの香りが食欲をそそる野菜好きにはたまらない一品です。ポレンタパイはトマトソースとクリームソースをポレンタで挟み、グルテンフリーのラザニアのような感覚でいただけます。それぞれが綺麗な層のままお出しできるように、トマトソースをコーンスターチで少し固めるなど工夫をしました。いかがだったでしょうか。クリスマスオフ会ではスープを除いた3品とクリスマスケーキをテイスティングいただけます。皆様にお会いできるのを楽しみにしています。それでは、See you next time!